はい。包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴及びチャンネル登録本当にありがとうございます。本日は包丁研ぎのポイントをお伝えさせていただきたいというふうに思ってるんですけれども、意外にこの注意点見過ごされやすいなと思う部分を3つほど解説させていただきたいというふうに思ってますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。まず1つ目なんですけれども、頻繁に面直しをしていれば問題ないんですけれども、長くやってなくてへっこんでしまってるみたいな形になると、包丁がうまく研げないし、変形していってしまうので、面直しは頻繁にやるというふうなことがおすすめなんですが、平らな面で直していくんですけれども、こちらがへっこんでしまっていれば、合わせた時に、こちらの平らな面も少し変形していくんですよね。そうすると、平らなところがなくなっていってしまうので、三面釣りという方法が一応あるんですけれども、例えば、この中砥石の面直しをしたいということであれば、この300番の、平らな部分が片方残っていたとして、ここで1000番の方の面直しをしていく。で、こちらの面も変形している可能性があるので、もう一個の方の砥石で面を直す。またこの砥石を先ほど穴砥石で直した中砥石で合わせる。こういう風な形でぐるっと回しながら平らな部分を起点に砥石の3面を合わせていくという風なことができるというのが三面釣りという風になります。砥石を平らにするっていうのはすごく重要なことなので、ぜひこのポイントはしっかりと押さえてください。で、2番目のポイントなんですけれども、包丁の角度はできるだけグラグラせずに一定に研いでいくというふうなことが基本なんですけれども、うまく研げないということが多々あるんですが、これが人だとしたらですね、ちょっとこういうふうにして砥石を置いてあげた方が手がまっすぐ動きやすいというふうなことになります。なので、砥石の手前側を少し上げてあげたりするようなことで、一直線に動かしやすくなるんですね。こうなってると比較的ちょっとグラグラしやすいので、できるだけここの線を一直線に動かせるようにしてあげるというようなことを考えて、砥石を置く角度をちょっと気にしてみてください。こちらがポイントの2つ目です。で、3つ目は、この荒砥石300番とかから800番ぐらいまでで、しっかりと研いで型を作ってしまうというふうなことが重要です。あまり必要以上に研ぎすぎると包丁が減っていくだけなのでもったいないんですけども、最初にある程度刃がつくまでしっかり研いであげないと、中砥石に変えて刃をつけていこうとすると結構時間がかかってしまって、面直しも頻繁にしなくてはいけなくなってしまうので、できるだけこの荒砥石でまず刃先の形を作ってある程度の刃をつけてしまうというところまでしっかり研ぐというふうなことが効率のいい研ぎ方になるかなと思います。で、その後に中砥石で刃先を整えて刃をつけていくというような。で、最後により滑らかにするために仕上げ砥石で研ぐというふうなことが3つ目のポイントになります。以上、今回は意外に見過ごしやすい研ぎのポイントというふうなことで3つほどお話しさせていただきました。もう一度まとめると、1つ目は面直しの重要性。頻繁に研げてない方は三面釣りという形でできるだけ砥石を平らにするというふうなことを意識する。2つ目は研ぐ時の砥石の角度によって手の動きとの関連性を意識する。できるだけ肘の角度が一直線で動く方が包丁のぐらつきがない。で、3つ目は荒砥石でしっかり刃を出して研ぎ進めていくというふうなことの重要性。そういった内容でお話しさせていただきました。意外にどれも重要なポイントだと思いますので、ぜひ今回の動画を参考に切れる包丁研ぎにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで何かお役に立てたことがございましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方いただけるとありがたいです。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。